それで実際にプログラム書いていきたいんですけど、まずは、いつものように一番上に呪文をコーディング UTF の8を唱えておいて、一応プリント文で日本語がプリントされるかを見ておきます。大丈夫ですね、エラー出ないので。でここまで来た時に、これからそのユーグリッドアルゴリズムユーグリッド誤助法のアルゴリズムを関数にしたいと思うので、まず関数を作りましょうか。で関数の作り方っていうのは def というふうな呪文を唱えます。これ define の略だと思うんですけど、def って入れて、その後ろに関数名を入れます。でこの関数名はどんな自分で自由に名前つけてもいいんですけど、続き文字にしたいときに、後ろのワードの頭文字を大文字にして、関数名の頭は大文字ではなくて小文字にするっていうのが慣例になってます。で関数名を書いたときに後にカッコを入れてコロンを入れると。でこれで関数が書かれたんですけど、例えばプリントでプリント文をこう書いて、文字列ユークリッドアルゴリズムという文字列を出るようにしときます。でこれで関数の定義が終わってるんですけど、じゃあその関数を呼び出してみましょう。で関数呼び出すときはその関数名をこのまま書けばいいだけですね。後ろにカッコを忘れないでください。そうすると前回川の流れのようにプログラムが走るというふうに言いましたが、上から順番にプログラムが呼ばれていって、文字列のエンコーディングを UTF-8 にします。でこの辺は全部コメント文なので無視されて、この関数の中身が実行されそうなんですけど、実はその関数の中身は呼び出されるまで実行されません。なので、ここも一旦無視されます。まず関数の定義が先に、読み込まれるわけですね。でその定義された関数を31行目で初めて呼び出されているので、これ呼び出されると関数の中に入ります。つまり27行目に戻って、ここの中が実行されると。で関数の中もちゃんとインデントがされているというふうなことに注意してください。このインデントがされている限り、この関数の中にあるという意味ですね。ここにマイナスボタンが出てきますけど、この関数の中身が実行されます。なので28行目が実行されて、このプリント文が実行されると。実際やってみましょうか。そうするとちゃんとユーグリッドアルゴリズムっていう、文字列が出てきましたね。それでじゃあここの関数の中に先ほどの、この最初のところを入れたいんですけど、まず入力で A と B を渡さなきゃいけないですよね。でその入力を関数に渡すときに、その渡される、値のことを引数というふうに呼びます。で引数はこのカッコの中に、コンマをつけて、複数あるときはコンマで区切って入れるというようなルールになってます。で今1071という、自然数と462という自然数を引数として渡すので、1071と462をコンマで区切って渡します。でこの2つの引数をこの関数に渡したいんですけど、この関数の定義のところで、引数の値を入れるための変数を用意しておきます。でこれ今 A という変数と B という変数をカンマで区切って入れましたが、
これどういうことかというとですね、やってみればちょっとやってみましょうか。プリントで A、B というふうにやってみると、1071と462が出力されました。でこれどういうことかというとですね、この引数ユーグリッドアルゴリズムという関数を呼び出したときに、最初の第一引数が1071なんですけど、この1071が、この関数に渡されるときに、最初に設定した変数の中に格納されます。つまり A の中に1071が入るんですね。で次に第二引数462が、この B の中に代入されます。なので28行目で、A の変数 A の中に格納されている1071が出力されてます。で次に、B の中に格納されている462という数字が、格納されます。これが引数の考え方ですね。でもう一つ関数で重要なのが返り値というのがあります。で返り値はリターン分というので、リターンというふうに文字を打って、その後ろに、返ってきてほしい、値を書きます。例えば、リザルトって置いとくと、例えばじゃあここを変数 A と A じゃダメか。じゃあ例えばレスという変数にしといて、プリントでレスと打つと、これを実行するとどうなるか、ちょっとまず見てみましょう。こうするとまず33行目で先ほどと同じように1071と462が引数として渡されたので、 A が1071、だから28行目で1071が出力されて、29行目で B の中の462が出力されると。でその後リターン分が書かれていて、リザルトっていう文字列が、リターンされてますね。返ってきます。で返ってきたらどこに返っていくかなんですけど、関数が呼び出された先に返っていきます。なので先ほど関数呼び出したのはこの33行目の右辺で呼び出したので、この右辺が、リザルトという文字列、右辺にリザルトという文字列が返ってきます。なのでこのレスという変数の中には今文字列のリザルトというのが代入されていると。それで34行目でレスをプリントしているので、リザルトという文字列がここに出力されていると。そういうことですね。仮に例えばここを A 足す B というような、返り値にしたときに、これ実行すると、予想されてたと思いますが、A が1071で B が462なので、この2つを足した1533という数字が、返ってくるので、この33行目の右辺には1053が返ってきます。ですのでレスという変数の中に1533が代入されて、34行目でこの1533が出力されると、そういう流れになってます。